あれ、席が一つ足りないような気がするんだけど。レストランの個室のテーブルには空いている席が一つしかなかった。今日は姪っ子の2歳の誕生日。家族みんなで誕生会をするから、と義士に招待されていたのだ。テーブルには義両親と義士夫婦、そして主役の姪っ子がすでに座っていたが、空いている席は一つだけだった。家族の分しか席も料理も用意してないのよ。どうしても参加したいなら、他人は弁当持参で当然でしょ？座るところはないけどね。でも2人で来てって。みんなの前ではっきり言っておきたかったのよ。家族をぶち壊すやつの顔なんて、もう見たくないってね。としき、早くこの女とは離婚した方がいいわよ。私は、驚きを隠せなかった。まさかはっきり、離婚しろ、と言ってくるとは。しかも、子供の誕生会を利用して、家族全員を巻き込むなんて。今日の主役であるはずの姪っ子は、不安そうな表情のまま、大人たちの様子を伺っている。せっかくのお祝いの席なのに。帰りましょう。そうだな。私たちはこれ以上、姪っ子を不安にさせないよう、プレゼントだけを手渡すと、その場を静かに去ろうとした。すると、義士が笑って、夫に声をかけてくる。ちょっと、トシキ、あんた一緒にお祝いしてよ。子供じゃないんだから、鈴鹿さんは一人で帰るわよ。弟は絶対に自分に逆らわないとでも思っているのだろうか。夫は義士を一別すると、無言のまま私の肩を抱いて歩き出した。しかしこの直後、もう一人の人物が席を立ち、義士夫婦には悲劇が襲いかかることになるのだ。私は佐藤鈴鹿、30歳。フリーランスで CG デザイナーをやっている。3年前に結婚した夫の俊樹は、専門学校時代の同級生だ。卒業後、夫は広告デザインの会社でデザイナーとなり、私はゲームの CG を作る会社に就職した。付き合い始めたのは、卒業して仕事の悩みを聞いてもらうようになってからだ。私にとって夫は、クリエイティブな仕事をしている仲間であり、理解者であり、信頼できるパートナーなのだ。私は結婚を機にフリーランスになることを決めた。家のことをやりながら、今の忙しい会社の仕事を続けることに不安を感じていたからだ。二人で暮らす分には、俺の収入でなんとかなるから、思い切ってチャレンジしてみれば。本当に？じゃあ、頑張ってみて。無理だと思ったらすぐに再就職するよ。鈴鹿なら大丈夫だよ。専門学校の時から、実力はずば抜けてたから。いつも私の作品を褒めてくれる夫が、最後の一押しをしてくれた。とはいえ、やはり最初の1年目は本当に苦労した。スケジュールの管理や仕事以外の事務作業も初めてのことが多く、パニックになりそうなところをいつも夫が支えてくれた。2年目にして、やっと自分なりの仕事のやり方が分かってきて、順調に仕事は増えていったのだ。私は、夫にも仕事にも恵まれて幸せだな、と思った。ただ、私の結婚生活のすべてが順風満帆かというと、そうではない。問題は、義実家にあった。義母と当時妊婦だった義士には、初めて挨拶に行った時から嫌われていたと思う。玄関先に迎えに出てきた二人は、明らかに私を歓迎していなかったのだ。トシキ、この子と結婚するの？子供は産めるの？義士と義母は顔を合わせると口をへの字に曲げた。私は身長が152センチメートルと小さく、175センチメートルあるトシキの隣にいると余計に小さく見えるのだろうが、初対面でこれはさすがに失礼だと思った。ちょっと母さん、失礼なことを言うな。夫が代わりに怒ってくれたので、
私は横で苦笑いをするしかなかった。しかし、それを上回ったのは、義士のマイカの発言だった。この子が悪の元凶？最近、あんたが一丁前のことを言うようになったのって、この子の影響だよね。本当にうざいわ。着いて早々、玄関先でそんなことを言われてげんなりした。夫の自信のなさは、この二人の影響だと一目瞭然だったからだ。学生の頃から作品は素晴らしいのに、夫は褒め言葉を受け取れず、自分を卑下する発言が多かったのだ。家に上がると、居間には義父と義士の夫の文也さんが待っていた。よく来てくれたね。としきがいつもお世話になってます。こんな可愛い女性がお嫁に来てくれて、本当に嬉しいよ。義父は笑顔で歓迎してくれて、私はよっと安心することができた。はじめまして、木下文也です。としきくんの義兄になります。もうすぐ子供も生まれるので、家族ぐるみで仲良くしてください。文也さんは、どうして義士と結婚したんだろう、と不思議に思うほど優しい人だった。夫と少し似ているような気もした。おい、母さん、お茶も出さずに何してる？あら、私ったら嬉しくてつい。どうぞ鈴鹿さん、こちらに座って。義父の前だと、二人は先ほどの態度が嘘のように優しく接してきた。職人かたぎの義父は、義実家の主としての貫禄があり、義母も義士も逆らえないようだった。義父は自営業をやっていて、すでに60歳を超えていたが、今も現役で働いている。義父がいたからこそ、私は義実家との付き合いを続けてきたのだ。そうでなければ、義母とも義士とも、とうの昔に縁を切っていただろう。結婚を意識し始めた頃、夫から家族について話を聞くようになった。義父は自営業をしていて、義母は専業主婦だ。最初は二人で働いていたようだが、義母は事務作業が全く覚えられず、義父は諦めて家のことだけを任せることにしたそうだ。姉さんは容姿で勉強もできたんだよ。だから母さんは昔から姉さんにべったりでさ。家に一人ぼっちで寂しかった義母は、最初に生まれてきた義士に依存するようになったのだろう。性格はなありだが、義士は確かに可愛い系の美人だった。俺は別に放置も虐待もされてないけどね。比較されて育ったから、コンプレックスの塊みたいになっちゃった。夫は少し寂しそうに笑った。お父さんは？父さんは仕事でほとんど家にいなかったんだ。姉さんは5つも年上だったから逆らえないし、母さんは姉さんの肩しか持たないし、実家ではそれが今でも続いてる感じかな。夫にとって実家はあまりいい場所ではなさそうだ。義父のいない時、家の中で絶対的な力を持っていたのは義士で、夫は大人になった今でも義士の要求を断れない。洗脳されていると言ってもおかしくはなかった。そんなのおかしいよ。としきは才能あるし、仕事も認められてる。もう大人なんだから、嫌なことは嫌だって口にしてもいいんだよ。学生時代からおどおどと自信がなさそうだった夫の過去を聞くたびに、私の心には怒りが湧いた。夫が自分を卑下する言葉を使うたびに、としきはしっかりしてる。私は尊敬してるよ。と言い続けた。それが効いたのかはわからないが、夫の言動は少しずつだが変化していったのだ。そんなこともあり、義実家とはできるだけ距離を置きたかったのだが、夫をいいように使いたい義士からの連絡は絶えることがなかった。結婚したことで、夫の財布の紐は随分と固くなったが、今でも義士にお小遣いをせびられているのを私は知っている。変わってきたとはいえ、夫が完全に義士からの要求を断れるようになったわけではないのだ。
私たちが結婚した年に、義士夫婦には赤ちゃんが生まれた。臨月に入った頃、義士から夫に電話があった。もしもし、としき、出産のお祝いにベイビーベッドとベビーカー買ってよ。後で商品画像送っておくから、よろしくね。義士は当然のように、海外ブランドの高額商品を夫に要求してきた。あまりの金額に私が止めて、出産祝いとして、夫婦連名でのプレゼントと現金10万円を包むことに変更したのだ。ちょっと、画像送ったでしょ。これじゃ全然足りないんだけど。ベビーカーとベビーシート、10万円でいいものが買えますよ。それ以上のものが欲しければ、足りない分を自分で出して買えばいいんじゃないですか。はあ？私はトシキに頼んだのよ。たった一人の姉の出産祝いに10万円ポッチってどういうことよ。後日、中身を確認した義士に呼び出された。これまでの経験から、夫なら何でも言うことを聞くと思っていたのだろう。姉さん、ごめん。俺、もう独り身じゃないんだ。義士は夫ではなく、私をきっと睨みつけた。私と付き合うようになってから、夫は前ほど義士の言いなりにはならなくなった。だからこそ、挨拶の時に、悪の元凶と言われたのだ。生まれてきためいっ子ちゃんは本当に可愛かった。だから、お食い始めも、お宮参りも、現金を包む以外にも、可愛い服やぬいぐるみなどのプレゼントを送った。もちろん、それで義士が満足することはなかったけれど。仕事が軌道に乗ってきた頃、私たちはちょっと広めのマンションを借りて引っ越しをした。それまでは、私が独身の時から借りていたアパートに住んでいたのだ。引っ越しをすると、いきなり、義母と義士が平日にアポなしで訪問してきた。夫が言いなりにならないから、目的を嫁いびりにシフトしたのだろうか。ちょっと、二人なのになんで 3LDK の部屋にしたの？贅沢すぎじゃない？鈴鹿さん、としきにわがまま言ってるんじゃないでしょうね。あの子は優しいから。その優しさにつけ込んだのは、お姉さんだよ。と、まず私はツッコミを入れたくなったが、黙っていた。としきさんも、いつか独立したいと言ってるので、それぞれの仕事部屋が欲しかったんですよ。だからって。ねえ。冷たい目線をこちらに向けながら、二人でうなずき合っている。じろじろと家の中を見て回るので、不快な気分になったが、それを口に出すことはさすがにできなかった。鈴鹿さん、ちゃんと掃除してるの？なんだか部屋が埃っぽいわよ。としきは仕事で疲れて帰ってくるんだから、家にいるなら、ちゃんと家事をしなさいよ。はい、すみません。仕事の合間にちょこちょこやってはいるんですけど。はあ、なんとかデザイナーだっけ？パソコン画面見たけど、アセンブリ用にしか見えないわね。あんなんでお小遣いくらいは稼げるの？二人には私の仕事が理解できず、専業主婦のお小遣い稼ぎに見えるようだ。まあ、確かに仕事部屋のパソコン画面を見る限り、遊んでいるように見えるのかもしれない。まあ、お小遣い程度は稼げますけど。へえ、だったらごちそうしてよ。夫の家族を大事にするのも嫁の務めよ。そうよ。マイカちゃんと仲良くしてやってね。私は思わず苦笑いをしてしまう。なんでお小遣いが稼げたら、義士にご馳走しなければならないのだ。二人がいる間は仕事もできず、ただただ疲れるばかりだった。その後は、夫に頼んでアポなしの訪問はやめてもらうことにしたが、義士の誘いはしつこく、月に数回はおもてなしを余儀なくされた。断れない夫の気持ちがわかる日が来るなんて。今考えると、義士は子供がいない私たちが広いマンションに住んでいるのが気に入らなかったのだろう。鈴鹿さん、うちはね、マンション買うことにしたのよ。私たちの引っ越しから1年後、これ見よがしに、
義士夫婦はうちよりも広い分譲マンションを購入した。高い物件だったが、義手は姪っ子ちゃんを義母に預け、スーパーでレジ打ちのパートを始めたそうだ。おかげでうちに来ることはなくなり、やっと我が家にも平和が訪れたのだった。義父からの相談を受けたのは、うちの引っ越しから少し経った頃だ。結婚してから自営業をやっている義父とは、仕事の相談もできるいい関係を築けていた。としき、鈴鹿さん、すまん。お金を少し援助してもらえないか。義父が夫に頼み事をするのは初めてのことだった。詳しく義父の話を聞いた上で、私たちは期間限定で毎月決まった金額を仕送りすることになった。夫は自分が何とかすると言っていたのだが、彼の収入だけでは難しかった。じゃあ、その分は私が援助します。としきはうちの大黒柱なんだから、うちの生活をしっかりと支えてね。夫は驚いた顔をした後、わかったと言って、ちょっと照れたように鼻をこすった。でもお父さん、私の仕事がなくなったら援助はできなくなるので、それだけはご理解くださいね。わかっている。本当にすまない。ありがとう。何度も頭を下げる義父を見ていたら、私もやっと義実家の役に立てるような気がして嬉しかった。それから2年くらい経った頃、私の妊娠が分かった。そろそろ子供が欲しいねと話していたので、妊娠検査薬の反応を見た夫は涙を流して喜んでくれた。鈴鹿、ありがとう。俺、絶対にいいパパになる。ほんと？私たちよりお姉さん優先なんじゃないの？いや、俺はもう姉さんにお金の援助は一切しない。宣言する。妊娠検査薬を高く掲げる夫に大笑いした後、二人で抱き合って泣いた。それは姉に逆らえない夫という役柄からの夫の脱却宣言でもあった。安定期に入り、いつ義実家に報告しようかと話し合っていた時、義士から連絡があった。来週、うちの子の誕生会をレストランでやるから、二人で来て。ああ、もう2歳になるのか。絶対に行くよ。夫は自分に子供ができたことで、姪っ子をさらに愛しく感じているようだ。誕生会の当日、指定されたレストランに二人で出かけると、案内された個室には、すでに姪っ子と義士夫婦、そして義両親が座っていた。ごめん、もう揃ってたんだ。めいっ子ちゃん、お誕生日おめでとう。あれ、席が一つ足りないような気がするんだけど。空いている席はどう見ても一つしかなく、テーブルの上に準備されている食器類も一組だけだった。ええ、鈴鹿さんの分は用意していません。妻を悲しませるような人とは今後お付き合いができませんから。え？何を言っているのだろう。意味がわからない私に向かって、義士の夫の文也さんが続ける。何の権利があって妻ととしきくんの仲を裂こうとするんですか？あなたと結婚してからとしきくんと連絡がつきにくくなったと妻から聞いてますよ。私はなんとなく義士の意図が分かってきた。文也さんに都合よく私の悪口を吹き込んで自分に有利な環境を作りたいのだろう。義士は私と目が合うと勝ち怒ったようににやりと笑った。家族の分しか席も料理も用意してないのよ。どうしても参加したいなら他人は弁当持参で当然でしょ。座るところはないけどね。でも二人で来てって。ええ、みんなの前ではっきり言っておきたかったのよ。家族をぶち壊すやつの顔なんてもう見たくないってね。トスキ、早くこの女とは離婚した方がいいわよ。私は驚きを隠せなかった。私と夫を切り離したいのだとは思ったが、まさかはっきり離婚しろと言ってくるとは思ってもみなかったのだ。としき、あなた鈴鹿さんの言いなりになっているそうじゃないの。頑張って働いてるのに
お金の自由もないなんて。私の妊娠が分かってから、夫は義士からの金銭の要求をきっぱりと断るようになった。だから私を完全に邪魔者と認定したのだろう。とはいえ、子供の誕生会を利用して家族全員を巻き込むとは。隣にいる夫は無言のまま、私のことをかばうように肩をぐっと引き寄せた。今日の主役であるはずの姪っ子は不安そうな表情のまま、大人たちの様子を伺っている。せっかくのお祝いの席なのに、妊娠で感情が不安定になっている私は、怒りと悲しみで涙が溢れそうになった。帰りましょう。そうだな。私たちはこれ以上、姪っ子を不安にさせないよう、プレゼントだけを手渡すと、その場を静かに去ろうとした。すると、義士が笑って、夫に声をかけてくる。ちょっと、トシキ、あんたは一緒にお祝いしてよ。子供じゃないんだから、鈴鹿さんは一人で帰るわよ。弟は、絶対に自分に逆らわないとでも思っているのだろうか。夫は、義士を一別すると、無言のまま私の肩を抱いて、歩き出した。その時、ズズッと、後ろで椅子を引く音がした。俺も帰らせてもらうよ。義父は立ち上がると、姪っ子の頭を撫でて、ごめんなと言った。夫のことはともかく、義父の行動は予想外だったのか、義士が慌て始めた。お父さん、どうしたの？鈴鹿さんのことは二人が来る前に説明したでしょ。彼女は疫病神なのよ。義父は呆れたように大きくため息をついた。それを本気で言ってるんだとしたら、お前は本当にめでたいやつだよ。母さんがお前に仕送りをしてるのは、鈴鹿さんから援助してもらってる金だ。あなた、何を言っているの？そんなはずないじゃないの。ね、今日は孫の誕生会なのよ。あなたが帰るなんておかしいわよ。義母は慌てて義父の腕を掴んだ。お父さん、それはどういう意味ですか？マイカに仕送り？割り込むように、文也さんが義父に声をかけてくる。ああ、週に5日もパートに行っているのに、マンションを買って生活が苦しいんだと。どういうことなんだか、俺も知りたいね。マイカがそう言ったんですか？なんでそんなことを。文也さんは、怪訝な顔で義士を見たが、何かを察したように口をつぐんだ。義父は腕を掴んでいる義母を見下ろして、怒りのこもった静かな声で言った。お前はしばらくマイカの家で世話になる。詳しいことは後日集まって話をするから。すまんが、今日はお前たちだけで孫の誕生日を祝ってやってくれ。テーブルの上にお金を置くと、驚いている私たちを尻目に、義父はさっさと歩いていく。私たちも、義父の後を追う形で店を出た。外に出ると、義父が待っていて、私に向かって深々と頭を下げた。マイカのやつが申し訳ない。何が目的とは知りたくて黙って見ていたんだが、まさか離婚しろなんて言い出すとはね。父さん、鈴鹿、ごめん。俺がもっとしっかりしていれば。私は夫の背中をそっとさすった。決して夫のせいではないのだ。それから3人で食事に行き、夫と義士の関係やこれまでのことを義父に話した。としき、すまない。父親なのに気づいてやれなくて。父さんは仕事にかまけて子育てから目を背けていたんだ。気づくと義父も夫も泣いていて、やっと夫の心が救われたのだと思った。そして私の妊娠を知らせると心から喜んでくれた。実は俺も考えてることがあってな。義父から聞かされた話は驚くべきものだった。準備ができ次第、最後の話し合いの場を設けようと義父が言うと、その日は解散となった。
家に帰り着くと、夫の携帯には、義士からのメッセージが届いていた。誕生日のお祝い金もらってないわよ。お料理もキャンセルできなかったんだから、その分上乗せして振り込んでよ。それを見てどっと疲れが出た私とは対照的に、夫は、振り込むわけねえだろ、バーカと、携帯画面に向かって、元気に返事をしていた。本当に吹っ切れたんだな、と、夫がとても頼もしく思えた。2週間後、義父から連絡があり、義士夫婦の住むマンションを訪ねることになった。姪っ子は近所のママ友が預かってくれることになったようだ。全員が集まると、すぐに義母が質問してきた。それで、鈴鹿さんからの援助ってどういうことなの？義父はここ数年で仕事が減ってきたこと、体力的にも前ほど受けられなくなってきたことを打ち明けた。しかし、金融機関からの借入金の返済が残っており、生活費を捻出するのが難しくなって、援助を頼んだと説明した。お前が絶対に下げられないと言った生活費だが、その一部はマイカに仕送りしてたんだな。お前を信頼して任せていたのに、がっかりしたよ。え？老後のための貯蓄から先に返済を終わらせてしまおうと思って、この前調べてみたんだ。でも、マイカのマンションの頭金、そこから出してやってたんだな。義母は真っ青になっていた。家のことは義母に任せていて、これまで何の問題もなかったので、義父はすっかり信頼していたようだ。実際、老後の資金も貯まっていたようだが、義士がマンション購入にこだわったため、義父に内緒で、そこから頭金を出してやっていたのだ。おかげでうちはすっからかんだよ。としきと鈴鹿さんに頭を下げて、うちの生活費の援助をお願いしていたんだが、必要もない前からの仕送りが毎月8万も含まれていたとはね。そこまで苦しくなってたなんて知らなかったのよ。お前、俺がいくつになったと思ってるんだ。いつまで働けるかもわからないんだぞ。義母は家の通帳に振り込みがあることを当たり前だと思うようになっていたのだろう。しかしそれは義父が働いているからであって、天からの恵みではないのだ。現実を目の前にして、義母はガタガタと震え始めた。お前とはもう一緒に暮らせない。としきとマイカに差をつけて育てたことも許せない。家を売る準備ができたから、もう帰るところはないと思い。家を売るって、ごめんなさい。そんなつもりじゃなかったの。お願い、許して。あなたがいなくなったら、私はどうすればいいのよ。マイカのことを大事にしてきたんだろう。だったらこれから先は、マイカの世話になる。今後のことはまた追って連絡する。義母は土下座をして謝り始めたが、義父はもう何も言わず、すがりつく手を無言で払っていた。義父と義母の話が一通り落ち着くと、文也さんが静かに口を開いた。マイカ、仕送りってどういうことだよ。義士がビクッと肩を震わせた。専業主婦でいいのに働きたいって言ったのはお前だよな。俺には週2のパートって言ってただろ。今度は義士が顔を青くする番だった。文也さんの問いかけになぜか泣いていた義母が顔を上げて答えた。週5よ。その間うちで孫ちゃんを預かってたんだから。文也さんの稼ぎが少ないからって仕送りまでしてたのに。うるさい！お母さんは黙ってて！何言ってるのよ。あんたが嘘ついて仕送りさせてたんでしょ。あんたが嘘なんてつかなきゃこんなことにはなってないのよ。これまで何でも言うことを聞いてあげていた義母が掴みかかっていた。うるさい！お母さんのせいでフミヤが怒っちゃったじゃない！取り消しなさいよ。これで離婚になったらお母さんのせいよ。黙れ、この大嘘つきが。ギャーギャーと怒鳴り合い、掴み合いの喧嘩になった二人を文也さんと義父が引き離した。息を荒げている義士を力ずくで座らせると、文也さんは数枚の写真をテーブルに並べた。義士はヒッと声を上げると、
目を大きく見開いた。この前、お父さんの話を聞いてて疑問が湧いてさ、この2週間でお前のことを調べたんだ。同期してるのは想像がついたけど、まさか浮気までしてたとはね。全員が一斉に声を上げて写真を覗き込んだ。そこには男にべったりと絡みつく義士の姿が映っていた。違う、これは誤解よ。パートの収入、義母からの仕送り、夫からのお小遣い、すべて買い物と浮気相手との遊びに使っていたようだ。相手は1年前に再会した高校時代の同級生で、現在無職だとか。そりゃ、どれだけあってもお金が足りないわけだ。お前とは離婚だ。娘の親権は俺がもらう。実家に引っ越すから、会いたかったらお前が会いに来い。文也さんの実家は飛行機を使って2時間の距離だ。その気がなければ、そうそう何度も会いには行けない。文也さんも仕事を辞めて帰る覚悟なのだろう。嫌よ、離婚なんてマンションも買ったばかりなのよ。一時の気の迷いだったのよ。ね、許して。私たち家族でしょ。許すわけないだろ。お前が自分で家族を壊したんだ。そんな奴は他人。早く離婚した方がいい。お前が自分で言ったことだろ。誕生会で義士が言った言葉が蘇る。義士はまるで要求が通らない子供のように顔を真っ赤にして叫び始めた。なんなのよ。なんで私の思うようにならないのよ。なんでみんな言うこと聞いてくれないのよ。テーブルをバンバン叩いて泣き叫ぶ様は本当に小さな子供のようで、背筋がゾッとするほど気味が悪かった。もう話は終わりだ。ギフと私たちは顔を見合わせると立ち上がって玄関先に向かった。義母と義士が恐る恐る顔を上げてこちらを見てくる。私も最後に言っておかなければ。私妊娠したんです。お父さんも離婚するようなので、援助していた30万は来月でストップさせていただきます。ああ、もう目処がついたから大丈夫だよ。妊娠30万って何？さっきまで泣いていた義士がすっとんきょうな声を上げて立ち上がった。姉さんはバカにしてるけど、鈴鹿は月に50万円稼ぐ CG デザイナーだよ。なんであんただけそんなに幸せなのよ。許さない。あんたがいなきゃこんなことにはなってなかったのよ。私に慰謝料払いなさいよ。義士はものすごい形相で規制を上げながら私めがけて突進してきた。横にいた夫は私の前に立ちはだかると、突っ込んでいった義士の腕を掴んで思いっきり横に投げ払った。突っ込んできた勢いのままに義士は壁に激突して倒れ込んだ。俺の大事な家族に手を出すんじゃねえ。あんたの言いなりになんて二度とならない。俺たちに近づくな。夫のその言葉が義士への一番の仕返しになったと思う。静まり返ったマンションの扉を開け、私たちは義士の支配下にあった世界からやっと完全に抜け出したのだった。その後、義両親は離婚を視野に入れての別居となった。義実家を売ることで、義父は借入金の返済を終え、今は事務所で寝泊まりをしている。別居したら生活が楽になった、と義父は苦笑いしていた。義母には古いアパートを借り、家賃とプラスで生活費を5万円渡しているようだ。最近はマンションの清掃スタッフとして仕事を始めたそうで、身に染みていることだろう。義士はあの後すぐに離婚となった。マンションはせっかく義母が頭金を出してやったにもかかわらず、義士にはローンの支払い能力がないため、結局売りに出すことになったらしい。姪っ子の親権は文也さんとなり、田舎に戻って実家で暮らしていると、私への謝罪の言葉とともに連絡をもらった。行き場のなくなった義士は
義母の住むアパートに転がり込んで、昼夜パートの掛け持ちをしながら、慰謝料と養育費の支払いに追われているようだ。二人で暮らすことで関係が変わったのか、義母は生活費を入れない義手を追い出したいと親戚に愚痴っているらしい。自分でお金を稼ぐことで、やっと普通の感覚になってきたのかもしれない。私はもうすぐ出産予定日になる。子供が生まれて落ち着いたら、家を買ってギフトの同居も考えている。来年には夫も独立を予定しているので、今後は二人で協力して、仕事と家事と育児に取り組んでいこうと思っている。ナレーターの葉月です。何ですかね、お姫様に育てちゃったお母さんが一番悪いんですけどね。まあ、そのお姫様扱いにあぐらをかいちゃったっていうところが敗因ですよね、お姉さんの。何でもコツコツやっていくことは身になりますからね。皆さんはどう思われましたでしょうか？よろしければコメント欄で教えてください。また、高評価、チャンネル登録をしていただけますと励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。